忙しい方はこの最後のおまけのところだけでも見ておいた方が良いと思います。チャプタースキップで参照することができます。誰に向かって話してんの？まあとりあえずは数値の塊と思っておけば OK よ。沼なのだ。これは関係性どころか方程式そのものって感じですね。まあ積と和で構成されてる式だったら全て表現可能ね。こういう理由だからまとめられるというより、まとめた結果として同じだから等しいみたいな理論。この書き方の利点は大量の入力を同じルールで一括変換が可能という点ね。行列すごいのだ。これは内積よ。やっぱり内積だった。これも内積よ。これも内積だった。これも内積ね。内積多すぎない？こんにちは、四国メタンです。ずんだもんなのだ。春日部紬です。前回は線形代数の基礎ってことで内積の話だったのだ。今回は何をするんですか？内積と方程式の関係やそこからの行列への発展ね。前回も説明した通り、この動画においての線形代数の基礎は以下の行列演算の公式の有用性を知ることになるわ。この公式、本当に意味不明なんですよね。慣れてしまうと疑問にすら思わなくなるわね。それはそれでどうなんだろう。まずは前回説明したことと今回説明することを列挙するわ。内積の定義、内積の特性、余弦定理、余弦定理の証明の前準備、余弦定理の証明、内積の定義と余弦定理から成分表示の内積を求める、ベクトル内積の公式たち、方程式と内積、連立方程式を行列内積で表現、入力、変換、出力で考える。前回は内積の定義と余弦定理から成分表示の内積を求めるまでの説明をしたので、今回はベクトル内積の公式たちからになるわね。そして最後におまけとして内積の様々な利用シーンを説明する予定よ。忙しい方はこの最後のおまけのところだけでも見ておいた方が良いと思います。チャプタースキップで参照することができます。誰に向かって話してんの？ベクトル、方程式とか嫌な予感しかないのだ。連立方程式のところは以前の動画の行列の存在意義を見ておくと分かりやすかったりするの？そうね。その動画を先に見ておいた方が良いかもね。結構めんどくさい系の動画だったな。ベクトル内積の公式たち。まずは前回の復習も兼ねてベクトル内積の公式たちを確認するわ。前回のナス角を使用するパターンと成分表示のパターンですね。そうよ。数式で書くとこうなるわね。そしてベクトル A とベクトル B は平面ベクトルとは限らないとすると、後者はこういうシグマを使用した数式に書き換えられるわ。またわけのわからん式が増えたのだ。この平面ベクトルとは限らないがかなり重要。これにより平面や空間のベクトルである幾何ベクトルから単純に次元の概念しかない数ベクトルに解釈を広げられる。幾何ベクトルはまあ平面や空間ってことでなんとなくわかりますけど、突然出てきた数ベクトルがさっぱりです。名前の通りね。数値が並んでるだけのベクトルよ。3次元空間の幾何ベクトルは3つの要素で構成されたベクトルだけど、数ベクトルはこの制限がない。無限に要素があったとしても数ベクトルとして成立するわ。まあとりあえずは数値の塊と思っておけば OK よ。沼なのだ。方程式と内積。そして方程式と内積の関係性について、やっと方程式が出てきたのだ。前回の動画では内積と方程式が強い関係性があるって話が出てきましたけど、どういう関係性になるんですかね。あんまり関係があるような気はしないんですけど、まず y=ax たす b という方程式があるとする。まあ普通の一次方程式なのだ。内積の成分表示側の公式を使うとこういう表現に変えられる。なんでこれが一緒と言えるのだ。さっきの
成分表示の方の内積の公式を持ってきて、このルールに合わせて計算すると、確かに同じ式になります。本当なのだ。驚きなのだ。これが内積と方程式の関係性ね。そしてこれは一次方程式だけの話にとどまらない。二次方程式とかもいけちゃう感じですか？そうよ。こういう関係性になる。もしかして変数が増えても OK なのかなのだ。変数が増えるのも OK よ。こういう書き方になるわね。これは関係性どころか方程式そのものって感じですね。まあ積と和で構成されてる式だったら全て表現可能ね。これは成分表示の内積の効能ですね。連立方程式を行列内積で表現。次は連立方程式との関係性。連立方程式と行列の関係性は以前の動画の行列の存在意義で知りましたけど、なんでそういう書き方ができるかまでは説明がなかったですね。今回はそこを説明するわ。まず二元一次連立方程式を書いてみる。それぞれをベクトルの内積で表現する。ここまではさっきの方程式と内積の関係ではっきりしているところなのだ。そしてこれを一個にまとめることが可能。なんでまとめられるのだ。この行列の式を展開すると元の連立方程式に戻るわ。だからまとめられる。こういう理由だからまとめられるというより、まとめた結果として同じだから等しいみたいな理論。まあそういうことね。それにこのことからここで出てきた行列は係数部の行ベクトルを縦に並べただけのものと言えるわね。なるほど。こんな感じで方程式がベクトル、ベクトルが行列みたいに進化していくんですね。メガ進化なのだ。なんとかモンスター。入力、変換、出力で考える。先ほどのベクトルと行列の変換はこう見ることができるわ。左辺が出力ベクトル、右辺の行列が変換行列、右辺のベクトルが入力ベクトル。いきなりいろいろな用語が出てきて意味不明なのだ。確かに右辺の x と y が入力で、行列の値に従って値が変換。そしてその結果が出力として左辺に現れる。言われてみると普通ではありますね。これをさらに拡張するわ。全部行列になったのだ。意味不明なのだ。左辺の行列が出力ベクトル1と出力ベクトル2。右辺の1個目の行列が変換行列。右辺の2個目の行列が入力ベクトル1と入力ベクトル2。もしかして入力ベクトル1が変換行列をもとに出力ベクトル1になって、入力ベクトル2が変換行列をもとに出力ベクトル2になるってことですかね。正解。全部行列になったから意味不明な感じもしましたけど、入力と出力は列ベクトルの集合なんですね。そして変換行列は行ベクトルの集合。同じ 2×2 の正方行列でも意味が全然違いますね。同じ形の行列が並ぶから混乱しやすいけど、これらの行列は数式の位置によって意味が変わるわ。これを認識できればちょっとは行列の抵抗感は減るんじゃないかしら。確かに少しちょろいイメージが湧いてきたのだ。あとこの計算ってこの動画における線形代数の基礎と定義した行列同士の計算と一緒ですね。そうよ。だからこの公式じゃないと都合が悪い。確かにこの公式じゃないといい感じに変換ができないのだ。そしてさらに拡張するとこうなる。これは単純に入力ベクトルと出力ベクトルの集合を一気に増やして n 個にしたってことですね。この書き方の利点は大量の入力を同じルールで一括変換が可能という点ね。行列すごいのだ。おまけ、様々な内積の利用シーン。行列の演算が何者かってのは分かりましたけど、具体的な利用シーンはどういうのがあるんですか？むちゃくちゃ大量にあるわね。やぶへり感が半端ない。そう警戒しなくてもよいわ。そんなに複雑な話はするつもりはないし。さっくりあっさりで頼むのだ。むっちゃ警戒してる。ニューラルネットワークの最小単位にニューロンってのがあるのだけど。知ってるのだ。こんなやつなのだ。これは内積よ。ちょっと待つのだ。ニューロンは脳細胞を再現させたものって聞いたのだ。
脳細胞をヒントとして生まれたことは事実だけど、実際の演算は内積よ。まあ内積だけだと活性化関数の説明はできないけど、重みをかけるところは内積よ。例えばこのニューロンを内積で表現し直すとこうなるわ。確かに計算上は一緒ですね。さらにニューロンのユニット数を増やす。この状態を内積で表現し直すとこうなる。行列の計算になったのだ。なるほど。重みのところって結局は変換係数ってことになるんですね。まあニューラルネットワークを多層にした場合は1個の数式では表現できないけど、一層に限定すればベクトル、行列の演算で表現できるということになるわね。この手の機械学習の領域に慣れてる人はニューラルネットワークを見た際に頭の中ではベクトル、行列の演算の形になってるかもね。このネットワークの表現はこれはこれで事実を示してはいるのだろうけど、実は本質は示していないと思った方が良いわね。ニューラルネットワークが脳神経を模しているという表現から、技術的背景を知らない一般人に対して知性というものを感じさせるキャッチーな表現ってだけね。確かに脳神経ってことから知性がそこにある気がしてましたけど、内積って言われた瞬間になんか現実に冷めちゃう感じですね。さらに畳み込みニューラルネットワークの肝となる畳み込み層、もしや、これは内積よ。やっぱり内積だった。画像と畳み込みカーネルの内積が次の層に特徴流として渡る仕組みになってるわ。この範囲だけの演算を見ると要素単位の積のアダマール積になるのだけど、この範囲で見た場合の結果は内積の演算と同じものになるわ。そして任意の波形を周波数成分に分解するフーリエ変換。機械学習とか線形代数じゃないから内積は関係なさそう。これも内積よ。これも内積だった。そしてその周波数成分を元の波形に戻す逆フーリエ変換。これは逆の処理だからさすがに。これも内積ね。内積多すぎない？まあ畳み込み、フーリエ変換、逆フーリエ変換は広い意味では全て畳み込み積分なので、根っこは同じ概念とは言えるのだけどね。この世の全ては内積でできてるのだ。ずんだもんは何も知らずに生きてきたのだ。内積知らなくてごめんなさい。生まれ直してきますからマジ許してください。そこまで大げさな話じゃない。まとめ。それでは今回の動画のまとめよ。方程式を内積で表現できる。極論、積と和で表現できるものは全て内積で表現可能。連立方程式を行列内積で表現可能。係数部の行ベクトルを縦に積むと行列になる。行列の演算は入力、変換、出力に分けて考える。同じ行列でも数式の位置で意味が全く異なる。ニューラルネットワーク、畳み込み、フーリエ変換は内積でできている。最後の内積の利用シーンがヤバすぎなのだ。用途不明な計算だと思ったらむっちゃ重要な計算でマジ泣けてきました。まあ知らないことは恥ではないわ。知らないままにすることが恥なだけで、今知ったという事実を重要視すべきよ。相変わらずの極端な思考パターンだけど、今回ばかりはそのセリフに救われるのだ。今回ばかりは、いつもは。以上で本動画は終了です。行列積の有用性を示すため、内積の性質と効能を説明しました。また、内積は単なる演算手法であるがゆえに、様々な領域で使用されています。内積なんて意味ないのだ。覚えるだけ人生損するのだ。って思った人は懺悔して高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。懺悔はいらないし、損するかどうかはその人次第。内積、三角関数なんて高等学校学習指導要領から抹殺してしまえって思ってた人も悔い改めて高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。地味に三角関数が巻き込まれてる。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。クリアしたのだ。不要論。